皆さん、ニュースで日韓のトップがドラムを叩いたという映像見たことありますか？これ、実は韓国人たちからは言葉を失うほどの衝撃なんです。怖すぎる、信じられない場面だ。そんな声が出てるんですよ。この2人の組み合わせに対して、日本がこれを仕掛けた理由は何なのかと、僕は韓国で19年、日本で9年くらいして、両国の温度感を見てきました。今日は3つの順番で話します。1つ目、なぜこの組み合わせに驚愕したのか。2つ目、なぜこの演出が怖すぎたのか。3つ目、日本と韓国が踏み切った理由は何なのかについて話します。まず1つ目、なぜこの組み合わせに驚愕したのかって話です。何が起きたのか軽く説明しますね。2026年1月、奈良で行われた日韓首脳会談の後、高市総理と韓国のイ・ジェミョン大統領が音楽に合わせてドラムセッションを行ったという映像が公開されました。高市総理側が仕込んだ完全サプライズ演出だったってことですよ。映像は公式 YouTube や X で公開されて、日韓両国で一気に拡散されました。何が起きてるんだという空気が一瞬で広がったんですよ。次にこの映像が韓国側ではですね、言葉を失うほどの衝撃であったことを話します。それはですね、2人の政治的イメージが真逆すぎるからです。まずイ・ジェミョン大統領、韓国国内では左派と分類されてきた人物です。日本を敵対視するはずの政治家と見られてきました。一方で高市総理、韓国国内では右派という認識が強い政治家です。そして韓国メディアですね、このようなタイトルまであったんですよ。高市総理が就任した日韓関係の未来は暗くなるのかとして語られてきた存在なんですね。だからこの2人が笑顔で同じリズムを刻み、同じ音楽に身を任せている。これはイデオロギー前提そのものを壊す映像だったんです。だから韓国側では2人でドラムを叩いていること以上に仲良くしてるのということに驚いた人が多かったと思います。2つ目、なぜこの演出が怖すぎたのか。まず大前提としてですね、この演出は外交としては極めて珍しい構成でした。首脳会談の後に来るのは普通なら記者会見とか晩食会だったりとか、このどれかですよね。これは世界どの国の同士でも安全な形で難なくできるような形です。ところが今回違っててドラムセッションですね。2人が楽器を演奏し合う。日韓政府の歴史でこのような前例はなかったです。しかも音楽、これからに怖い選択かもしれないんですよ。なぜなら、このリズムっていうのは、器量の差も出ますし、緊張もするし、空気感っていうのをもう一瞬で見させるんですよ。だから失敗したらどうなるか。日本でも即座にこんな言葉が飛ぶでしょう。ふざけすぎ外交を軽く扱ってる。もちろん韓国の世論も外交行事には厳しいんですね。外交っていうのは国家の核を見せようとする感覚があるじゃないですか。大統領の行動一つ一つはこの国がどう見られているのかに直結します。だから韓国の外交は基本的に超無難な外交だったと思います。でもですね、今回日韓なんじゃないですか。めちゃくちゃ今まで複雑で、どの大統領も解こうとしたけど多分うまくいかなかったと思うんですね。そんな中で高市総理とイ・ジェミョン大統領、無理だろうみたいな見方までされてなのに、ドラムを仲良く叩いてる。しかも音楽が BTS の音楽だったんですね。でもっともっと怖かったのは、官僚の動きだったんですね。この行事ですね、日本側が主導して、イ大統領がドラムを叩きたいっていう話を聞いて、それを高市総理がじゃあこういうことをやりましょうってなって、日本の官僚たちが準備したんですね。だから楽曲選定、しかも BTS という超韓国象徴のカードだったりとか、楽器と会場の準備、撮影、編集、もう X で発信、YouTube で公開、これを一気でやっちゃったんですね。だから日本の内閣府とか外務省とかも果敢に物事を進めたと解釈できると思います。韓国人からすると、ここびっくりですね。なぜなら日本がもうやり方を変えてきたと感じるからです。この行事は説得するためでもなくて、圧力を入れるためでもなくて、外交の土台そのものを日本側から設計してくれたというサインに見えたんですね。だからですね、韓国では良い交流だったという反応はもちろんあるんですけども、それを超えて、こんな画面ってあり得るの？ AI じゃないの？までショックが広がったんです。で、僕もですね、実はこの情報を妻から言われて、写真見たんですけども、誰かが AI で合成して、なんかツイッターに上げたんだろうなっていうふうにもう軽く見てたんですけども、見てみたら本当で、マジかここまで来たかって驚きました。
3番目、それでも日韓が踏み切った理由は何なのか。ここから先はですね、僕個人の推測と感想に基づく話です。今日はあくまでこのドラム演出という一点に絞って話しますね。なぜこのタイミングでこのような行事ができたのか。日韓関係良くしましょうって話だと思うんですけれども、他の理由も3つあると思っています。まず1つ目は、対中関係の長期的悪化ですね。これ大きいと思います。日本も韓国も立場は違うと思うんですが、中国との関係が昔みたいではないという点では意見が一致していると思います。韓国でも今、中国に経済をかなり依存してて、その結果、中国からのリスクがあった時に選択肢が狭まったという負担感が共通認識として持ってると思います。中国と仲良くしようねみたいな雰囲気はまたあるし、それ進めてる人もいますが、リスクとしてあるっていうのは、日本も同じじゃないですか。去年あった台湾有事の件だったりとか、経済安全保障の両面で、中国という、国に対するリスクっていうのは、高まってるってことは、事実だと思ってるんですね。つまり、この日韓政府はお互いに仲良くしたいっていうのがありますが、同様に、中国っていう、どんどん強くなる国に対する圧力を受けているから、もう独立行動じゃなくて、その安全網を作っておいた方がいいんじゃないかなと、判断しちゃうんじゃないかなと、個人的にはまず思います。でも2つ目の理由はですね、世界の経済スピードが速すぎるということで、日本も韓国も経済に対する危機感っていうのはあると思います。特に近年だと、アメリカのと中国の AI 競争だったりとか、台湾の半導体事業だったりとか、インドの爆発的な人口と経済成長など、技術も市場も数年単位でもうどんどん塗り替えてどんどん上がってきてるんですね。だから今回の雰囲気というのは、もう中国に対しての話だけじゃなくて、世界の動きを見ても対策しないといけないよね、的な考え方があったんじゃないかと思います。あと3つ目の理由はですね、この世論がどんどん動いてるってことです。日本も韓国も若者世代を中心に考え方がどんどん変わっているってことを実感しています。歴史とか、政治の対立、とても複雑で難しい問題があったと思うんですけれども、日本人の若者が見たお互いの両国に対する印象は、それよりも文化交流が先に来ちゃってるような気がします。例えば韓国人若者が接した日本っていうのは、ワンピースとか、鬼滅の刃、米津玄師、夜遊びみたいな方々で、日本人若者が接した韓国っていうのは、BTS とか愛の不時着とか、チーズタッカルビみたいなもんですね。だから日韓文化の交流が深まって、地球人みたいな感覚が増えたんじゃないかなって個人的に思っています。だから、今言ったこの3つの理由をもとで、このドラム行事っていうものを、開いてもいいかなっていう、判断があったように思いますし、その行事を実行しましょう。そのような世論の静かな動きで、出てきたのかもしれないですね。ここからですね、もっともっと僕の個人的な考えを言ってみますね。で、国同士って、この利害関係だと思ってるんですよね。だから今、ドラムで雰囲気良いとしても、こういった状況、いつ変わるか分かんないですし、変わったら簡単に反転する可能性あります。今はちょっとよく見えたからといって、もう未来もまた日韓関係良いでしょうとは保証できないと思っています。1ヶ月後にまた日韓関係ヒリヒリしてるかもしれませんし、僕は利害関係者として、お互いにそれを主張すべきだと思ってるんですね。だからその日本と韓国の政府の摩擦っていうのはあってもいいし、お互いにそれが必要だと思ったら、そうあるべきだと思っています。韓国も日本もボランティア団体ではないんですから、もう友情、友達関係じゃないんですから、利害関係ですよね。一方ですね、僕は国間の関係と民間の感情は切り分けたらどうですかと皆さんにちょっと提案させていただきたいです。僕はですね、韓国という地域に生まれ、韓国国籍、韓国文化、韓国語を習得しただけですね。これはたまたまで僕の意思で学ばないってコントロールしづらいと思っています。皆さんも生まれてみたら日本だったんじゃないんですかね。そして日本でもいろんな地域で生まれますよね。で、東京から 900km 離れて生まれた人の中には、福岡から生まれた人もいれば、釜山から生まれた人もいるような気がします。だから違う地域に生まれただけなんですね。このようなね、国同士でムードが良くなっても、一喜一憂せずに、もう長い年月で、両国の国民だけは平和に向き合えると嬉しいなと、個人的にお祈りしております。
政府も変わるし、もう政策も変わります。でも、この人と人同士の、地球人としての温度感っていうのは、できるだけ大切にできれば、じゃないかなというふうに思ってます。はい。このような僕の考えに反対してももちろん良いです。では、もし違ったら、なぜあなたはどのような意見を持ってますか？それはなぜそのように思ってますか？よかったら他の動画もぜひ見てください。アニョン